こんにちは、ラグマタグスタッフの辻です。今回の動画では当店で販売中の AK2 の特徴、使い方について詳しく解説していきます。まずは AK2 の特徴について説明していきます。AK2 は AK1 と違ってハサミがついておらず、ループ状になって表面に打ち込まれます。AK2 は打ち心地が非常に滑らかで、作業音も AK1 と比べるととても静かです。針部分が細くなっているので、細かなデザインの打ち込みもしやすいです。AK2 は 5mm 程度毛足の長さ調整がご自身で可能です。ドライバーを使用して上にネジを上げると毛足が長くなり、下げると短くなります。上に上げる際は少し上側に余裕を持って固定してください。ギリギリまで上に上げてしまうと打ち込むことができなくなってしまうので、少しの隙間を残して固定しましょう。この作業の時は必ずネジのサイズに合うドライバーを使い、ネジの穴を潰さないように注意しましょう。次に AK2 の使い方について説明していきます。まず糸通しの方法から説明します。タフティングガンの背面を下にしてガンを立てます。糸通しをタフティングガンの針穴、ガイド穴に差し込みます。糸をすべて糸通しに通し、ハンドルを持ちながら糸通しの持ち手を手前に引っ張ります。針先に余った毛糸は打ち込み始めにこのように残る毛糸です。2、3センチほど残して打ち込みの準備完了です。AK2 にはハサミがないため、AK1 のように打ち終わりにそのままガンを引くと毛糸も一緒に抜けていきます。そのため打ち終わりに自分で毛糸をカットする必要があります。ラグマタグでは手首に小さいハサミを下げて作業しています。次はガンを動かす速さについて説明していきます。AK2 はガンを動かす速さが重要です。ガンを動かす速さによって表面への出方が変わります。ちょうどいい速度で動かしてみます。次は早めに動かしてみます。最後に遅く動かしてみます。裏面の粒の大きさに違いがあるのと、表面から見ると密度の違いが出ます。早く動かすと表面から見た時に隙間が空いて見えたり、遅く動かすと詰まってループ部分が潰れてしまいます。1枚のラグの中で速さがバラバラになってしまうと密度のムラの原因となるので、なるべく一定のスピードで打ち込みましょう。AK2 は打ち終わりを自分でカットする必要があるので、なるべく長く打ち込みができると効率よく作業ができます。シンプルな直線などを長く打ち込む際は、打ち終わりの針を次に打ち込むスタート地点に差し替えます。このようにしていくとカットの手間が減るので効率よく打ち込むことができます。今回は AK2 の特徴、使い方について詳しくお話ししました。皆様の参考になれば幸いです。今後もタフティングに関する情報を発信していきますのでよろしくお願いします。